ようこそコツアス鉄道チャンネルへ。品川から神奈川県の横浜や横須賀エリアを結ぶ鉄道会社で、赤色をベースにした塗装を車体全体に施している電車を走らせていることが特徴の浜の赤いアンチクショー。品川と横浜、横須賀エリアを結ぶ役割だけではなく、羽田空港へのアクセス路線としての役割も担っています。また京急は都営浅草線と相互直通運転をしており、同じように都営浅草線と直通運転を行う北総線や京成線、成田スカイアクセス線方面ともつながっているため、京急沿線と千葉県の統括北総エリア、成田空港へのアクセスも電車1本でできるようなダイヤが組まれています。そんな京急ですが、各駅に停車する普通車の他に、いくつか途中駅を通過する速達タイプの列車も何種類か運転しており、その中でも速達性が高いのが特急と快特です。どちらの種別も途中の駅をかなりの数通過して運転を行うため、長距離利用の時にかなり助かる存在です。では、京急の特急と快特にはどういった違いがあるのでしょうか。今回の動画では、京急で運転されている列車種別を紹介した上で、特急と快特の違いを解説・考察をしてみます。それでは本編へどうぞ。京急の概要。京浜急行電鉄株式会社は神奈川県横浜市西区高島のみなとみらい56の市街区に本社を置く鉄道会社であり、京急ミュージアムが併設された本社は日産本社の近くにあります。日本に16社ある大手私鉄のうちの一角とされており、鉄道事業以外にも京急バス、臨港バス、東洋観光が手掛けるバス事業、京急交通、京急横浜自動車、京急葉山交通、京急中央交通、文庫タクシー、三崎タクシーの6社が手掛けるタクシー事業、京急不動産などが手掛ける不動産、京急 EX インなどのホテル事業、京急ストアや京急百貨店、京急ハウツなどの小売事業、さらに自動車や鉄道車両の整備を手掛ける京急ファインテックなど、傘下にあるグループ企業も含め様々な事業を手掛けています。このほか京急の関連企業ではないのですが、横須賀、藤沢で百貨店を運営するなど小売業を展開する西貨や、羽田空港第3ターミナルの運営企業である東京国際空港ターミナル、さらにシーサイドラインを運営する横浜シーサイドライン、みなとみらい線の運営や東急こどもの国線の施設を保有し、京急線内でも横浜駅の一部施設を保有する横浜高速鉄道。それだけでなく株式持ち合いという形の資本提携にて、西武鉄道の親会社である西武ホールディングスにも出資しております。なおバス事業については神奈川県や東京都南部を中心に、基本的に首都圏の南関東エリアを基盤として事業を展開しており、京都でプリンセスラインという路線バスを展開している企業で、ごく一部の期間に京急バスと名乗っていたプリンセスラインは、京急グループとは全く関係のない企業でございます。そんな京急は全部で5つの鉄道路線を運営しており、線が9時から品川、蒲田、川崎、横浜、上大岡、文庫、八景、横須賀中央、堀之内などを経由して浦賀を結ぶ本線と、蒲田から分岐して羽田空港第1第2ターミナルまでを結ぶ空港線、川崎から分岐して川崎大師などを経由し小島新田までを結ぶ大師線、八景から分岐して逗子葉山までを結ぶ逗子線、堀之内から分岐して久里浜、三浦海岸などを経由して三崎口までを結ぶ久里浜線がその内訳となります。また線が9時では都営浅草線と接続していて、都営浅草線とは相互直通運転を実施しております。さらに都営浅草線押上駅を経由して京成線とも相互直通運転を実施し、さらに京成線の京成高砂駅を経由して北総線とも相互直通運転を実施しております。ところで京急をはじめとした都営浅草線が絡む路線は、その線路幅について特徴がございます。西武や東武、小田急など関東大手私鉄の多くは JR の在来線と同じ 1067mm の凶器を採用していることが多いですが、京急は新幹線と同じ 1435mm の標準機を採用しています。
京急が狭軌ではなく標準機を採用しているのは、京急が路面電車を運行する鉄道会社としてスタートしたのが大きく関係しています。1899年1月に川崎大師への参拝客輸送を行うために開業した大師電気鉄道の路面電車が京急の始まりです。大師電気鉄道はその参詣客輸送で得た利益をもとにハッスルしまくって都心方面にも路線を伸ばしており、そのハッスルしていた時期に京浜電気鉄道へと名前を変え、他の会社との合併や独立などを経て戦後に現在の形になりました。ところで明治から大正にかけての日本の法律では、特別な理由がない限り一般的な私鉄の鉄道について 1067mm の狭軌で路線の建設を行う必要がありました。しかし路面電車として建設する場合は例外で、これを利用して阪神電車や阪急電車などを代表として関西大手私鉄がよく採用した機関でもありました。大師電気鉄道も川崎大師への参拝客輸送路線を建設するとき、路面電車を採用したため自由に期間を設定でき、そこから 1435mm の標準機で路線を建設しました。ただし一度だけ東京市電、今の都電への乗り入れをする関係で 1372mm の機関へ回帰を行った時期もありましたが、路線網を伸ばすにあたって問題があったため、国鉄品川駅への乗り入れに際して再び標準機に戻し、現在まで京急は 1435mm の標準機とされています。京急の種別構成。東京23区南部と神奈川県の横浜、横須賀エリアを結ぶ路線網を持つ浜の赤い安築省。そんな浜の赤い安築省の種別は5種類あり、普通車、急行、特急、快特、エアポート快特です。この他に有料着席指定列車であるモーニングウィング号およびイブニングウィング号もありますが、これらのウィング号の正式な種別は快特です。ここからはそれぞれの種別について見てみましょう。普通車は各駅に停車するタイプの種別で、基本的に都営浅草線との直通運転は行いません。5つの路線すべてで設定されておりますが、久里浜線では現在久里浜、三崎口間での設定は一切なく、堀之内、久里浜間も平日朝にわずかのみの運転です。普通車のみが停車する駅は原則6両編成までのホーム有効長のため、普通車は基本的に6両編成もしくは4両編成の電車で運転されます。また大師線に関しては4両編成までのホーム有効長であり、ここを走る電車は全て4両編成での運行となり、大師線は過去に運転されたごく一部の臨時列車以外全て普通車となります。他に8両編成の普通車もごく一部で走っているのですが、基本的に品川、泉岳寺間で都営浅草線直通電車に絡むものか、文庫、逗子線逗子葉山間と空港線のみでの運転です。京急は競合路線が多いことから速達性を重視していて、退避が可能な構造の駅では通過待ちや接続待ちを行います。そのため遠距離での利用の場合の普通車は、他の列車種別を利用した時よりも所要時間が大幅に長くなってしまいます。続いて急行ですが、京急の急行は停車駅が多いタイプの速達列車です。本線と空港線、逗子線の3路線で設定されていて、通過運転を行うのは本線の品川、能見台間のみであり、その他の区間は空港線、逗子線含め各駅に停車します。通過運転を行う区間の停車駅は品川、青物横丁、立会川、平和島、蒲田、川崎、鶴見、新町、京急東神奈川、横浜、日の出町、井戸ヶ谷、愚明寺、上大岡、杉田、能見台です。急行は大きく分けて品川、都営浅草線方面と羽田空港を結ぶ北方面の系統と、横浜方面と羽田空港を結ぶ南方面の系統の2つに大別できます。もともとは2010年5月に南方面で新たに新設され、北方面でそれまで走っていた急行の名称を変えたエアポート急行という種別名だったのですが、2023年11月のダイヤ改正で再びただの急行となっており、エアポート急行は基本的に蒲田を越えると必ず空港線へ直通していたのですが、
の時に蒲田から先羽田空港方面には一切行かず、品川方面から直接横浜方面まで結ぶ急行もわずかに誕生しました。急行は基本的に8両編成の電車を使用して運転されますが、平日を中心に横浜方面では6両編成が使われる電車があるほか、ダイヤ乱れ時には4両編成も稀に使用されます。横浜方面の急行電車の8両編成は京急所属の8両貫通編成のほか、4両編成を2本つなげた8両編成での運転もあり、新一線型1890番台は頻繁にここの片割れで使用されます。さらに線内で完結する電車が基本である中において、東京都交通局所属の都営浅草専用車両を用いた電車もあり、1999年7月まで設定があったかつての横浜方面の急行では、当時の北総開発鉄道、現在の北総鉄道に所属する車両も使用され、当時の公団、現在の千葉ニュータウン鉄道所属車も使用されました。さらにダイヤ乱れによる代走という形にはなってしまうのですが、エアポート急行時代の2022年にも7300型がこの系統での運用実績を持ちます。なお急行は通過駅がそこまで多くない種別であり、昼間時間帯は着席できる確率も高い種別となっております。ところで京急で通過駅が多いタイプの速達種別ですが、特急、快特、エアポート快特の3種類があり、快特の中にはウィング号の2つも含まれます。その中でも特急が一番停車駅の多い種別であり、特急は普通車しか運行のない大師線を除く全線に設定されています。ただし通過運転を行うのは本線のみであり、空港線内、久里浜線内、逗子線内、本線の堀之内、浦賀間では各駅に停車します。特急は基本的に8両編成の車両で運転されますが、朝夕のラッシュ時には4両編成を増結した上で、12両編成で運転する列車も少なくありません。なお特急は品川、泉岳寺方面と羽田空港、品川、泉岳寺方面と久里浜線方面を結ぶ列車がほとんどです。しかし一部の特急は三崎口、久里浜間などの短距離運転だったり、羽田空港と逗子葉山を結ぶ電車だったり、浦賀発着だったりといったイレギュラーな列車もあり、こういったイレギュラー列車型の種別と比べると多く設定され、久里浜線内完結列車や文庫始発逗子葉山行きなど通過駅を全く持たない特急も存在しております。いわゆる特急イコール特に急がないと形容される電車ですが、このような通過駅を持たない特急は2016年に阪神電車、山陽電車から消えた後、現在は京急が唯一運転するだけになっております。なお速達種別という枠組みで見た場合に広げると、2023年3月以降は京急の急行、特急、快特以外に東急新横浜線の急行電車でもこういった電車が見られます。そして特急よりもさらに停車駅が少ないのが快特です。快特は本線と久里浜線、空港線に設定されていて、久里浜線内は1999年7月ダイヤ改正以降各駅に停車しますが、本線と空港線では通過運転を行います。基本的に8両編成の電車を使って運転を行いますが、ラッシュの時間帯は特急と同じく4両編成を増結して12両編成で運行を行う電車も多数設定されています。快特は主に久里浜線系統と空港線系統の2つがあり、本線とそれぞれの路線を結ぶ形で運転されています。そして空港線系統の快特の中に含まれる種別がエアポート快特で、こちらは主に羽田空港と成田空港を結ぶ役割を持つ電車です。日中の時間帯に40分に1本の間隔で運転を行っていて、全ての電車が8両編成の車両で運転されています。泉岳寺からの京急線内の停車駅は品川、羽田空港第3ターミナル、羽田空港第1第2ターミナルのみで、それ以外の駅は通過します。そしてモーニングウィング号とイブニングウィング号は平日の朝と夜間に運転されている有料座席指定制の電車です。乗車する際には指定列車に有効なウィングチケットもしくはウィングパスの購入が必要です。モーニングウィング号は平日の朝に3本運転されていて、
1号が横須賀中央、それ以外が三浦海岸を始発として5号のみ泉岳寺、それ以外は品川まで運転されています。途中停車駅は横須賀中央、文庫、上大岡、品川で、上大岡までの途中駅は乗車のみで降車はできません。また泉岳寺まで運転する5号に関しては品川、泉岳寺間のみ、ウィングパスやウィングチケットを持っていなくても乗車可能です。車両は基本的に2100型8両編成を用いていますが、3号のみ新一線型1890番台4両編成を使用して運転され、文庫で前に2100型8両編成を増結して品川まで12両編成となります。対してイブニングウィング号は平日の夕方に品川始発にて久里浜または三崎口まで運転される電車です。途中停車駅は品川を出ると上大岡までノンストップですが、それ以降は快特と同じ停車駅に停車し、原則として2100型8両編成を使用して運転されます。品川から上大岡まではウィングチケットを持ってないと乗車できませんが、上大岡から先の区間だけ乗る場合は乗車券のみで乗車可能です。なお14号と16号のみ文庫行きとして運転され、この2本に関しては三崎口行きの快特の後ろに連結し、新一線型1890番台4両編成を使用して運転されます。8両編成の快特と4両編成のイブニングウィング号を連結し、品川を出発して快特停車駅に停車していき、文庫に停車するとイブニングウィング号の4両の開放を行って、快特は文庫から先はそのまま三崎口方面まで向かいます。他のイブニングウィング号が停車しない駅にも停車しますが、そういった駅では快特側の8両だけドア扱いを行って、イブニングウィング号側の4両は乗降できません。ここまで京急で運転されている列車種別をそれぞれ紹介してきました。ところで特急と快特の間ではどのような違いがあるのでしょうか。快特と特急の違いとは？停車駅の少ないタイプの速達列車として運転されている京急の快特と特急ですが、この2つの大きな違いは停車駅と最高速度です。京急の特急はそもそもの停車駅が少ないのにもかかわらず、快特は特急よりもさらに停車駅が少ないです。特急が走る京急の路線は本線と逗子線、久里浜線、空港線の4つですが、逗子線と久里浜線、空港線内では各駅に停車するため、通過する駅があるのは本線のみになります。本線の特急停車駅は泉岳寺、品川、青物横丁、平和島、蒲田、川崎、新町、横浜、上大岡、文庫、八景、追浜、塩入、横須賀中央、堀之内、大津、馬堀海岸、浦賀です。対して快特は本線の他に久里浜線と空港線に設定されていますが、久里浜線内だけ各駅に停車して本線と空港線では通過運転を行います。快特の本線内の停車駅は泉岳寺、品川、蒲田、川崎、横浜、上大岡、文庫、八景、横須賀中央、堀之内の10駅です。本線の堀之内、浦賀間では快特は運転されていないほか、本線の特急停車駅のうち青物横丁、平和島、新町、追浜、塩入の5駅は快特が通過する駅となっております。なお空港線内の快特停車駅は羽田空港第3ターミナルと羽田空港第1第2ターミナルの2駅だけで、途中の工事や大鳥居、穴守稲荷、天空橋の4駅は通過です。このうち品川方面と空港線を結ぶ快特については、品川を出ると蒲田、羽田空港第3ターミナル、羽田空港第1第2ターミナルの3駅に停車します。しかし日中の都営浅草線内でもエアポート快特で通過運転し、京成線内はアクセス特急となって成田スカイアクセス線に直通し、成田空港までの間を結ぶ40分に1本の電車を中心に、蒲田を通過して品川、羽田空港間無停車で結ぶ電車があり、そちらがエアポート快特という種別の電車になります。また特急と快特では出せる最高速度も異なっていて、快特は120キロまで出せますが、特急は110キロまでしか出せません。
ただし120キロが出せるのは本線の品川–横浜間のうち制限速度のないカーブを含まない区間のみであり、それ以外の区間は最高速度が同一の110キロとなります。そのため快特と特急のどちらかを利用するかによって同じ停車駅でも所要時間が少し変わってきます。例えば土休日の12時台の品川駅の時刻表を見てみると、20分発快特三崎口行きの後に30分発特急三崎口行き、そして25分発快特羽田空港行きの後に35分発特急羽田空港行きが発車するダイヤになっています。空港線系統の場合は終点である羽田空港第1第2ターミナル駅に快特は40分、特急は55分に到着。品川から終点の羽田空港第1第2ターミナルまでの所要時間は快特が15分で特急が20分となっており、5分も違いがあります。対して久里浜線系統の快特と特急の場合は終点の三崎口駅に快特が13時33分、特急が13時45分に到着します。それぞれの所要時間は快特が1時間13分、特急が1時間15分です。快特の時間調整などの兼ね合いもあるため、空港線系統に比べると所要時間の差はあまりありませんが、それでも快特の方が2分早く終点に到着します。これは品川–横浜間で比較するともっと顕著で、快特の場合は37分、特急の場合は51分に到着します。快特が17分なのに対して特急の場合は21分もかかり、この間で4分もの所要時間の差があるのです。参考までに品川駅から JR 東海道線の普通列車に乗車した場合、横浜駅までは昼間時間帯でおよそ16分から17分程度を要し、JR 横須賀線の場合はこの間を22分程度、JR 京浜東北線の場合はこの間を28分程度で走破しております。つまり快特は JR 東海道線くらいのスピードを出す一方、特急は遠回りな JR 横須賀線並みのスピードということになるのです。またエアポート快特とウィング号も120キロまで出せますが、快特の後ろに連結されないウィング号については110キロまでしか出さないケースが多いです。このほか車両やカーブ、線路設備などによる速度制限がある場合、低い方の最高速度に合わせて運転することになります。特急と快特の違いの2つ目として12両で運転できる区間の違いも挙げられます。特急も快特もラッシュ時間帯を中心に12両で運転されますが、下り列車だけ特急と快特で12両で運転できる区間が異なるのです。12両で運転される上りの快特と特急は金沢検車区という車庫が併設されている金沢文庫駅で4両編成を増結して、文庫品川間では12両編成で運転をします。都営浅草線に直通する列車は品川駅で増結した4両を開放して、残りの8両編成が都営浅草線に入線する形です。対して下り列車に関しては神奈川新町駅の下りホームが8両分しかないことで違いが生じます。8両編成までしか対応しない新町に停車する特急は川崎までしか12両で運転できないのです。そのため増結の4両に関しては川崎までの営業で、基本的に新町検車区という車庫のある新町で開放して、新町から先は終点まで8両編成で運転します。一方で新町を通過する快特は文庫まで12両で運転を行い、文庫で解決作業を実施して8両で終点まで向かいます。このように下りの快特と特急では12両で運転できる区間が文庫と川崎で異なるという違いがあるのです。さらに快特と特急では運転スタイルも微妙に異なります。共に直通運転を一部ですることに違いはありませんが、快特は京急線内で完結する列車が多く、特急は都営浅草線に直通して運転する電車が多いです。快特に京急線内完結の列車が多い理由については、快特がもともと行楽列車として運行していたことが由来です。京急で快特の運転が始まったのは1968年6月のことで、
それまで観光輸送のために運転されていた終末特急を定期列車化することで、当時の快速特急の運転が始まりました。当初は三浦半島への観光客を早く現地に送り届けることが快速特急という種別に託された使命です。その名残が今も残っている結果として、快特は京急線内完結の列車が多く設定されていると考えられるのです。実際に快特が10分間隔で運転されていた1999年7月のダイヤ改正から2022年11月のダイヤ改正までを除き、横浜久里浜方面と品川方面を結ぶ速達電車は線内完結電車が快速特急または快特として運転され、都営浅草線直通電車は特急として運転されています。また線内で完結する快特は昼間時間帯を中心に2つドアで転換クロスシートの座席がずらっと並ぶ2100型が使用される電車も多くなっています。これは三浦半島へ観光客を送り届けるための行楽列車であると同時に、国鉄 JR 東日本の横須賀線との競合対策という意味合いもあり、500型、2代目600型、2000型と続く系譜のものです。なお運転開始当初は略さない快速特急が正式な種別名であり、エアポート快特も同様にエアポート快速特急が正式な種別名でしたが、以前から快特やエアポート快特と略されるケースが多く、1999年7月のダイヤ改正で略称である快特が正式な種別名となり、同時にエアポート快速特急もエアポート快特となりました。ただし直通先の京成線でも2006年に快特の運転を開始し、その快特が2010年7月以降快速との発音の紛らわしさなどを理由に正式種別名が快速特急となったことを契機に、京成所属車両は省略しない快速特急の表示しか持っておらず、京急線内でも京成所属車両だけ快速特急と略さず表示します。これに対して京急所属車両とかつての悪魔千葉ニュータウン鉄道所属車両を含む北総所属車両は快特の表示しかなく、京成線の快速特急でも省略表示の快特表示を出して運転します。なお都営浅草線の最新型車両である5500型については快特の表示と快速特急の表示の両方を車両に備えており、京急の快特と京成の快速特急を都度使い分けております。そして快特と特急の違いの最後の一つは、使われている列車番号及び運行番号の末尾のアルファベットです。京急の列車番号は始発駅時刻と運行番号を組み合わせて決められ、上りと下りの違いは運行番号が奇数か偶数かを用いて区別しています。このアルファベット末尾が異なるのが最後に紹介する違いで、運行番号のアルファベット末尾が種別によって異なるのです。具体的には末尾 A は京急線内で完結する快特、エアポート快特、B は文庫で特急から快特に種別変更する。1999年7月ダイヤ改正以前の通勤快特相当の電車。末尾 C は京急線内で完結する特急。末尾 D は横浜方面と羽田空港を結ぶ高間台南で完結する急行。末尾 H は品川駅を運転区間に含む急行と都営浅草線に直通する特急。末尾 SH は都営浅草線直通の快特、エアポート快特、アルファベットなしが普通車という形で割り振られています。さらに2桁の数字にも意味合いが込められている場合があり、例えば末尾 A の線内完結快特の場合は50番台がモーニングウィング号、末尾70番台から80番台がイブニングウィング号。末尾アルファベットなしの普通車の場合については、末尾60番台が文庫と逗子線の間を昼間往復する普通車、末尾80番台の場合は大師線の電車というような具合です。しかしこのアルファベットについては例外も意外と多く、必ずしもこのルールにのっとっているわけではありません。例えば末尾 SH や末尾 H でも線内完結電車があったり、出入庫が絡む支線の普通車では D や H を使うケースがあります。また貸切電車は多くが 99C や 91C という運用番号であり、ごく稀に久里浜工場構内試運転電車が使用する末尾 S も使用されます。さらに普通車も泉岳寺に入線する場合は品川、泉岳寺間のみ、
車両の表示上に限って末尾が H となります。ところで運行番号に関連してここからは簡単な余談です。先日の花火大会関連で運転された臨時電車は6号土手蒲田間が急行で蒲田品川間が普通車と種別変更を伴うことが影響したのか末尾 B となっておりました。また都営の電車を標準で用いる電車は定、京成電車を標準で用いる電車は京、北総、千葉ニュータウン鉄道の電車を標準で用いる電車は N と、他社車両が所定の電車については種別問わずこの法則を無視して各事業者固有の末尾を使用するようにされています。このほか他社を使用する資材輸送電車と試運転電車については車両の表示では数字のみの表示となっているのですが、列車番号の頭に KC というアルファベットが付与されます。なお他社の車両を使用する試運転電車については列車番号の頭に KC をつけて末尾に事業者所属記号をつけるため、第 KC2199 系列車のように頭と末尾の両方にアルファベットが入ります。多分快特と特急の共通点は？ここまで快特と特急の違いについて紹介しましたが、快特と特急には違いだけではなく共通点もいくつかあります。まず一つ目に京急の特急と快特は共に追加料金なしで利用できることです。鉄道会社によっては特急に乗車する場合は乗車券の他に追加で特急料金が必要な場合が多く、より速達性の高い列車になると特急料金に追加してさらに料金がかかることも少なくありません。ここで京急同様カオス鉄道として知られる近鉄電車を例に出すと、特急を利用するときは特急券の購入が必要です。さらにアーバンライナーと伊勢志摩ライナー、桜ライナーの3つに設定がされているデラックスシートを利用する場合はそれに加えてデラックスシート用の特別車両券が必要で、観光特急の島風、青によし、青のシンフォニーに乗車する場合は特急料金の他に島風特別車両券、青によし特別車両券、青のシンフォニー特別車両券が追加で必要です。また火の鳥に乗車する場合も特別車両券が必要で、プレミアム席の場合は火の鳥プレミアム車両券、その他の場合は火の鳥レギュラー車両券が追加で必要となります。しかし京急の快特と特急はそういった追加料金は一切必要なく、乗車券を買えばどの電車でもいつでも乗車可能です。ただし正式種別が快特であってもウィング号は別で、上り列車の全区間と下り列車の品川、上大岡間については原則300円のウィングチケットを買わないと乗車できません。このほか朝のモーニングウィング号のみ指定列車に対して有効なウィングパスが販売されており、1ヶ月間の指定列車に乗車が可能となります。土休日の一部快特の2号車に連結されているウィングシートも同様で、こちらも300円のウィングチケットを購入しないと乗車できません。ウィングパスとウィングチケットは K クイックという専用サイトにおいてクレジットカード決済にて購入することができるほか、モーニングウィング号とイブニングウィング号のウィングチケットは駅に設置されている券売機で空席があれば購入でき、ウィングシートのみ500円で車内生産の上で乗車もできます。そして京急の快特と特急の共通点2つ目は、英語での列車種別名称が同じということです。京急では快特も特急も英語では Limited Express と案内されています。さらにエアポート快特も同じく Limited Express と案内していて、表記の英語案内だけでは判別は難しいです。そのため駅の案内表示などではテロップのような表示をしている場合がございます。しかしこれでは非日本語話者からは分かりづらく、例えば横須賀にあるアメリカ海軍で働く米軍関係者などのうち、日常的に京急を利用している非日本語話者についてはレッドやグリーンといった列車種別の色で判断していることが多いです。この判別は2023年11月より使用が開始された車内自動放送のうち英語案内放送でも実施されており、特急は特急 Limited Express、 快特は快特 Limited Express、 エアポート快特は Airport Limited Express。特別して発音されます。
いかがだったでしょうか？今回の動画をご覧いただいたことによって京急の快特と特急の違いについて、京急の快特は特急と比べて停車駅数が本線で5駅、空港線で4駅少ないこと、品川・三崎口間の所要時間が快特は1時間22分、特急は1時間29分などのように、特急よりも快特の方が所要時間が短いこと。快特は最大で120キロまで出すのに対して特急は110キロまでしか出さないこと。下り列車に限り特急は川崎までしか12両で運転できないのに対して快特は文庫まで12両で運転できること。快特は京急線内で完結する列車が多いのに対して特急は都営浅草線に直通する列車が多いこと。その他運行番号や列車番号の末尾のアルファベットが異なること。逆に共通点は追加の乗車料金がかからないことや英語での種別名称が同じとなっていることが挙げられることなどについて知ることができたのではないかと思います。この動画が参考になったと思った方はぜひ評価ボタン、コメントをお願いします。またコツアス鉄道チャンネルでは鉄道など交通に関するさまざまな疑問や気になる事柄などを動画にして解説形式でまとめています。チャンネル登録をしていただくと最新の動画がいち早くご覧できますのでぜひよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。